ビジュアル系の曲しか聴かない人っているじゃないですか。そういう人って終わってるなって思うんですよね。ビジュアル系ってまあいろいろ幅は広いけど、でも基本的にはハードなビジュアル、派手なメイク、派手な衣装が必要な音楽をやってるわけですよね。ってことは日常生活からかけ離れた異常な世界のことを歌う曲をやってるっていうことですよね。で、だからそういう曲ばかり聴いている人っていうのは、そういう曲がすごく好きで、というかそういう曲以外好きになれないっていう、そういう状態の人だと思うんですよ。でそれなんでかっていうと、なんでそういう曲しか好きになれないかっていうと、日常生活にちゃんと向き合えてないからだと思うんですよ。だって日常生活にちゃんと向き合ってたら、日常生活のことを歌ってる曲を好きになりますよね。なんか、家庭がある人だったら、なんかそういう子供と一緒に聴ける曲とか、そういうのを好きになったりしますよね。で、パートナーがいる人だったら、その愛について歌ってる、恋でもいいけどそういう曲を好きになるとか、そういうのが音楽と人生のあるべき関わり合いの姿だと思うんですよね。でもビジュアル系が歌ってることって本当に、もし人生のことだったら本当に悲惨な、もう死ぬことに関わる話とか、もうすごく精神的な傷を負うことしか歌ってないんで、そういう曲ばかり聴いている人っていうのは本当に人生が悲惨な状態にある人、あとは人生に何もない人だと思うんですよね。それってかなりまずいよなと思って。例えばあのさっきも、例は出したんだけど、なんか例えば中学生とか高校生の時にそのディルとかルナシーばっかり聴いてる人よりは、なんかその時流行ってる曲を聴いてる人の方がもう全然充実した人生を送ることができてると思うんですよ。だって例えば学校に通ってたら、その学校の友達ともその話できるし、でもディルとかルナシーとか聞いてたらその話できないじゃないですか。聞いてる人なんていないんだから、周りに。当時は別ですよ。90年代当時とかは流行ってたから、そので時代もあったから、そういう曲を、世紀末が世紀末で世界が終わるみたいな話があったんで、世の中の空気的にもそういうハードでダークな曲を聴きたくなるような、そういう雰囲気があったと思うんで、当時は別にいいんですけど、そうじゃない時代、もう今のこの令和の時代にそんなハードでダークな曲ばっかり聴いてる人っておかしいですよね。もういかれてるんですよ。あのライブとか僕も何回か行ったんですけど、もうそこにいる人たちってもうなんていうか、はっきり言ってももうバカの集まりというか、もうこの人たちは世捨て人なんだなっていう、人生をもう諦めた人たちの集まりなんだなっていう感じですよね。でそこでもう音源買ったりとかグッズ買ったりとかしてる人とか、もう本当に悲惨ですよね。もうその人生が全くうまくいってない中で、稼いだ大切なお金をさらに人生を悲惨な方向に向かわせるようなものにお金を費やして何がしたいんだっていう、お前の人生なのに自分の人生を悲惨な方向に向かわせるってどういうことっていう、ハンドル握るつもりがあんのかみたいな、てかハンドル握ってるけどもう逆走してるよっていう感じなんですよね。なんかそういう風に最近考えてて、本当にビジュアル系って人生を狂わせるっていうか、ろくなことにならないから、もう聞くのやめようと思うんですよ。僕散々このチャンネルでもうコテがどうとか言ってきたんですけど、やっぱ社会のためにも良くないと思って、
その社会のためにそのコテとかビジュアル系とかっていうものをこうなんかやること自体がその他の人たちの人生を悪い方向に向かわせるっていう悪だと思うんで、社会にとって。社会にとっての良くないことをするっていうのはやっぱこう社会の一員としてあるまじきことだと思うんで、まあ、ビジュアル系を聞くのはやめます。で、ミセスグリーンアップルとか、なんかバウンディとか、キングヌーとか、そういう健全な音楽を聴いて、こで人生にもちゃんと自分の人生に向き合って、あの自分のその人生を明るくするような方向でこう音楽と一緒にこう歩んでいきたいなというふうに、まあ、最近思ってます。はい。まあ、このチャンネル見てる人は、まあ、僕と一緒で、まあ、特にビジュアル系の中でも、まあ、ハードでダークな音楽を好むような、本当に日常生活とは全く関係のない、あの本当に、まあ、ろくでもない音楽しか好きじゃない、やばい、やばい人生、悲惨な人生を歩んできた人だと思うんですよ。本当にそれは同情するんですけど、だからといってビジュアル系が心地よく聞こえるからってずっと聞き続けるのはもうさすがにやめた方がいいですよ。あのあなたの人生なんで別にビジュアル系のための人生じゃないですよね。あなたの人生はビジュアル系のためじゃなくてあなたのためにあるんで、ビジュアル系を聞くのをやめてあのミセスグリーンアップルとかを聞いて生きていった方がもう100倍いいと思うんですよ。うんまあ、なので僕と一緒にビジュアル系立ちを、あのしていきましょう。でもう今までの人生を忘れてそのビジュアル系と共に歩んできたそのもう悲惨な人生だったと思うんですよ。もうそれも忘れて、もう新しくこうミセスグリーンアップルと一緒に明るい人生を歩んでいくっていう、そういうこれからもうまあ動画を上げていこうと思うんですけど、もうまあ、その、まあ、あれですよね、ビジュアル系立ちをしてる僕の様子をまあ上げていくんで、まあ、それを見て一緒に頑張っていきましょう、僕と。もうビジュアル系は汚いっていう。で、まあ、自分の人生に向き合って、まあ、明るい未来を一緒に歩んでいくっていう、そういうチャンネルにしていこうと思うんで、はい。一緒に頑張りましょう。